皆さんは1日に何時間 SNS を見ていますか？全世界のインターネットユーザーの1日あたりの SNS 平均利用時間は147分、つまり約2時間半にもなると言われています。私も普段から必要以上に見るのはやめようと気をつけているつもりでしたが、スクリーンタイムというアプリの利用時間をトレースする機能によると、1日平均2時間以上 SNS を開いているということが分かりました。これが有益な情報の取得になっていれば良いのですが、見たくもない情報をただ見せられているという状態であれば考えものです。確かに振り返ってみると、ちょっとした待ち時間にすぐに SNS を開いてしまうし、そのままダラダラと見てしまうなんてこともよくあります。SNS に時間を奪われていると言えるかもしれません。なのでこの SNS を1週間の間やめてみようと思います。SNS をやめると生活がどう変わるのか、人間関係や仕事にどんな影響が出るのか、いいことも悪いことも含めて身をもって検証していこうと思います。最近は朝起きるとそのまま SNS をチェックしていたんですけども、やはりちょっとのつもりが気づいたらダラダラと見てしまっていたということがよくあるので、これをまずやめようと思います。と言ってもですね、やはりスマートフォンを開いた時にアプリのアイコンが目に入ってしまうとつい起動してしまうので、私がよく見てしまうインスタ、X、あとは YouTube のアイコンをスマートフォンのホーム画面から削除していきます。これで物理的に起動のハードルを上げておきます。で、この空いた時間で何をしようかなと考えたんですが、以前から気になっていた朝散歩をやってみようと思います。今日は結構曇ってますけど、いや気持ちいいですね。この朝散歩ってこれまであんまりやったことなかったんですけど、実際やってみると本当気持ちいいので、これは習慣にしても良いかなと思いました。朝はだいぶ涼しくなりましたね。夏も終わりって感じですね。散歩が終わったら朝ごはんを食べていくんですが、最近はずっとプロテインとバナナって感じですね。それでは仕事に取り掛かります。今日は在宅勤務になります。仕事中にスマートフォンが目に入ると見たくなってしまいますよね。とある調査でもスマホを視界に入れるだけで集中力が低下するという研究結果もあるようです。なので仕事中は視界に入らない場所に置いておくことにします。とは言いつつ、連絡のためであったり、あとは調べ物のためにスマホを使うことは制限していないので、スマホ自体は使うんですけども、その時に SNS のアイコンが目に入ってしまうとつい見てしまうなんてこともありましたが、今はその心配はありません。仕事が一段落したので、これからジムに行こうと思います。いや、9月も半ばを過ぎるというのにまだまだ暑いですね。はい、筋トレ完了しました。やっぱり汗かくと気持ちいいですね。今から家に帰って、もう一仕事していきたいと思います。お風呂に入ってから寝るまでの間は自由時間なんですが、もうスマホはリビングに置いてベッドエリアには持ち込まないようにしようと思います。スマホを見る代わりに買ったけど読んでない本が結構何冊もあるので、こちらを読んでみようと思います。ちなみに今読んでいる本は街と山の間という登山の専門出版社で編集をされていた方のエッセイになります。山に関するエピソードが淡々と綴られていて、静けさを感じる文体が心地よいです。本を読んでいると自然と眠くなってくるので、寝つきが良くなる気がします。
今日は K さんとお出かけしようと思います。電車の移動中は SNS を見ない代わりに外を眺めてぼーっとしたり、あとは中吊り広告などを見て過ごしました。ランチはイタリアンのお店に来ました。注文後サーブされるまでのちょっとした待ち時間はスマホを出しがちですが会話するようにします。食事の時は空き時間は会話を楽しむとか。今焼けましたって感じだよ。私はインスタや X への投稿を週に何回か行っています。今回のトライアル期間中では閲覧は制限するんですが、投稿については OK としています。ただしスマホのアプリは消してしまったので、投稿は PC から行うようにします。最近はプロダクトブランド NAF の更新にも力を入れておりますので、今日はこちらのアカウントの更新をしていこうかなと思います。ただその場合でもタイムラインを一度目に入れてしまうとつい見てしまうので、 SNS を開く前に自分は投稿しかしない、タイムラインは見ないと自分に念押しをすることにしました。いや、一目でも見てしまうともう目がつぶれるくらいに思っておいた方がいいですね。で、ここで分かったんですけど、投稿してしまうとその反応が気になってしまうんですよね。いいねがいくつついたか、コメントがついたかどうかっていうのがね、気になって開きたくなっちゃうんですよね。そこは別のことをして気を紛らわせたいと思います。はい、更新が終わりました。いや、今外見たらめっちゃ天気いいな。仕事が一段落したのでちょっと休憩をしていこうと思います。いつもはね、こういったちょっとした空き時間に SNS を開いていたんですが、今はそれができないので、その代わりに何をしようかなと考えていますね。で、ちょうどトゥードゥリストを開いたところ、やらなきゃと思って後回しになっていたふるさと納税が目に入ったので、今回はふるさと納税をしていこうかなと思います。だいたいこのカテゴリー別のランキングを上から見ていって、良さそうなものを見ていくという感じで選んでいます。このサーモン良さそうじゃないかな。ちょっとサーモンは初めてですけどやってみようかな。この自治体にふるさと納税したいと思います。よいしょ。よし、完了。ちょっと時間を持て余したので多摩川まで散歩に来ました。はい、SNS の閲覧をやめて1週間が経ちました。ここでやってみて分かったことを振り返っておこうと思います。自分の場合は1日2時間 SNS を見ていたので、これをやめるだけで単純に2時間時間が増えるわけですけども、実感として結構時間増えたなという印象があります。私たちは1日24時間あると思いがちですけども、自由に使える時間となると、実際はここから睡眠時間とは仕事の時間、家事や食事の時間が引かれるので、せいぜい4時間ぐらいになってしまいます。とすると2時間増えるということは 1.5 倍になるわけです。これって結構大きいですよね。で、ここで重要だと感じるのは SNS をやめて浮いた時間で何をするかということだと思います。で、やってみて分かったのは、意外と暇になると何かをしようとしたり、やることを探したりするんですよね。自分の場合はふるさと納税をしたり、旅行のホテルを予約したりと、やらなきゃいけないけど後回しになっていたことに時間を使えて、結構有意義な時間の使い方ができたかなと思います。あとは次に住んでみたいマンションを探したり、実際に内見に行ったりもしました。
これって空白の暇な時間ができたことによって自分が本当にやりたいことって何だっけと考えた結果でして、そういう自分の人生を考えるいいきっかけにもなっているんですよね。そういう意味で自分の時間を生きているという実感がありました。 SNS が怖いのはちょっとじゃ済まないことです。たとえ1回に見る時間が短かったとしても積み重ねれば2時間3時間となってしまいます。もちろんそのコンテンツが有益で見たくて見ているという状態なら何も問題はないんですけども、惰性で見せられていると感じるなら一度 SNS を一定期間やめてみることをお勧めします。きっとそれによって自分の時間、自分の人生を取り戻せたと実感できると思います。それでは今日はここまでとしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。終わり。